こんにちは。大工のしょやんです。今回はこのスペースに直14段の階段をかけていきます。いつもの階段と少し違うんですけども、やっていきます。今回は直階段です。直階段というのはまっすぐな階段ということですね。本当にこのまっすぐな階段はもう何年ぶりでしょうね。思い出せないぐらいまっすぐな階段ってしてませんね。階段の段数は上り切りで2階で14段です。親板に隅をするんでなくて壁に直接段の位置を印していきます。そうすると14段の上段が待ちっていうんですけども、その木をレーザーでまっすぐ下ろしてあって、そこから前へ寸法取りをしてやります。1階から2階の床までの高さは2800です。14段ですから14で割ればきちっと200になります。これを割るのを一段一段を毛上げって言います。踏む面は200等でつけていきます。結構緩い階段ですね。両側の壁に実際の階段の原寸図を描いていきます。壁に原寸図を描いて階段をかける初めてです。普通親板に隅をします。ですから仕事台の上でね2枚並べて隅をします。壁に隅をするの正直初め楽かなと思ったんですけども、なかなかつけにくいんですね。形がないものに隅をするということは、高さを出すんでも幅を出すんでも本当に1回で出ません。ですからこの初めにレーダーでも見えるようにボードを打ったようにレーダーのラインから前面を出してやって、そしてこの前面の隅を打ちます。その隅上で14に割れば自然と1段は出てきます。それと下からの高さと照らし合わせてね、確認をしながら隅をしていきます。水平器今2丁並べて見てるんですけども、狂ってない方を使っていきます。一段一段のこの水平を出すのにレーザーで出すわけにもいきませんし、床から一段一段同じ高さを測ってねつけても水平につけることは難しいです。やはり水平器でひっくり返さないでね、同じ方向ばっかしでつけていくのが一番正確につくんじゃないかなと思います。段板の切れ端を実際に当ててね厚みを印します。そしてこの厚みの分だけ下がって受けを打ってきます。その上にボンドとビスで留めていくようにします。なかなかね階段の裏にトイレがあります。そして下に物置は取ってあります。そのトイレのこの入り口の高さと階段の前後計算はしてあったんですけども、もうなんとかギリギリセーフで収まりました。危なかったです。この階段のもう一つ変わってる部分は下4段右側に壁がないということです。ですからこの今外してますけども、この壁は仮にちょっと垂れてやって、そして原寸図を描きました。この壁を原寸図の通り切り描きます。そしてこの上に段板を乗せていきます。オープン階段まではいきませんけども、開放的な4段ですね。
壁を外した原寸図を切り替えていきます。これベニヤとは違うんです。正式な名前は M クロスって言うんですけども、針葉樹でアクが出ない下地に紙を貼ってあります。ベニヤの場合はラワンベニヤが多いですね。その場合は濡らしますとアクが出ます。クロスの糊でも壁を塗ってもアクが出ます。ですから便利な壁ができたんですね。切り替えた壁板を貼っていきます。パッと目にはもう本当に大工らしくなく DIY の壁の組み立てみたいですね。でも下地のないところに形を作るというのは、正確な丈夫な壁を作ってやることが一番大切になってきます。組み立て方はいろいろあると思いますけども、自分はこれしか思いつかなかったのでこのように形にしています。両側の壁に段板の受け材を打っていきます。受け材は天井下地の陰三角ですね。野縁です。これ短く切ってあってボンドとビスで留めていきます。実際ボンドを塗ったことでもう本当にこのビス留めにくかったです。ビスの回転で下地材が揺れます。定位置につけるのに本当に苦労しましたね。こうなるとこの日は寒かったですね。もう朝このバケツの水に氷が張ってました。今はあんまないですけど本当に水は冷たいです。こんな日のこの研ぎ物はもうしたくありませんね。ろくな研ぎ物はできませんね。ちょっとえれえな。この天然の仕上げ砥石もね、もういつから使ってるかわかんないんですけども、勝手に割れてきましてね、剥がれるというか、悪い砥石はないんですけども使いにくくなってきましてね。誰かいい砥石持ってませんかね。材料は調子上げかけてきてあるんですけども、軽く手がかけてやります。寒い中きちっと研げてなかったのかもう一つですね。今日は2日目です。2日目は昨日よりももう一つ寒くなりましたね。雪まで降りましてね、本当に流れ良かったなつくづく思います。では段板を切っていきます。この階段は両壁が張ってあります。ということは段板は壁からつけることができません。ピタッとひっつけないと壁と笑ってしまうっていうことですね。ですから13枚一段一段をきちっとした長さに切っていきます。
下4段はオープンの形になります。廊下側に少しだけ塵を出していきます。この階段の形は初めてやる形です。正直何でもかっこよくてなんぼですから、壁面から3センチ出しました。これが腰を越えてきた場合は3センチ出すと邪魔になるでしょうね。でも下4段でしたら3センチ出しても許されると思います。滑り止めのカッターの刃を研いでやります。刃は丸いですけども、裏面はまっすぐです。そのまっすぐな部分だけをダイヤモンドの細かい方で裏押ししてやります。滑り止めの溝は段板の端まではつきません。10センチぐらい入ったところで止めます。格好物ですね。この階段には松のへごみ板が入りません。へごみ板は漆喰で収めます。ですからその漆喰壁を貼る下地の印を最初につけておきます。後から上向いてつけるようになるので、前もって印だけはつけておきます。段板の小口の割り止めをします。木工用ボンドを塗るだけなんですけども、綺麗に塗っておきます。本当は塗ってね1日乾かすと一番いいんですけども、それ言ってられないんで全部綺麗に塗った尻から収めていきます。それでは段板を上から順番に収めていきます。壁に書いてある定位置にきちっと合わせてね、そしてこの下地の下からビスを揉んでいくんですけども、最初の1枚目からボンドを塗るのを忘れてしまいましたね。ボンドを塗って、そして下からビスで留めていきます。下4段も同じように下から留めていきます。昔はね、この下4段こういう形でストリップ階段言うて裏まで見えるようにしました。この頃でもたまにストリップ階段の形しますけども、あの階段は刻むのに割と手間がかかるのと、後から荒れてくるってことですね。でもストリップ階段かっこよかったですよね。それとこの頃の階段はもう勾配がぬるくなりました。昔はもうぬるくても45度でしたね。この頃はもう45度ですと勾配がきつい方になりますね。
そして両側の壁からも長めのビスで段板に直接3本ずつビスを揉みます。ですからチャッチく見えても結構がっちり止まったと思います。そしてケンゴミーターも貼っていきます。ケンゴミーターの場合はボードでも M クロスでもどっちでもいいんですけども、段板にビスを揉む場合はやはり M クロスの方がしっかりとビスが効いてくれます。ですからこの M クロスの方が階段自体が丈夫になるでしょうね。最後に下4段の小口を仕上げます。最初に削ってもいいんですけども、この固定してね、しっかりと段板が止まってからの方が削りやすいです。力も入りますし綺麗に仕上がります。そして綺麗に四方面を取ってあって階段の完成です。これで段板だけが松材でできた階段できました。写真とほぼ一緒になったと思います。これはこれで感じいいですね。以上、大学の社員でした。